Windows 11が解禁されたらしいので、たまには今時のパソコンも作ってみる。のまき。というわけで、今回は今時のパソコンを作ってみようと思います。急にどうしたのだ？前提の話なんですけどね。Windows 11って、インテルは第8世代以降の未対応だったじゃないですか。そうなのだ。MS 製のパソコンとかの一部例外はありますが、基本的には第7世代までにはインストールできません。なるほど。裏技で無理やり入れる方法はありますが、いろいろと面倒です。ふむふむ。ところがですね、最新版の 24H2 だと5から7世代が解禁されたらしいです。それは良かったのだ。というわけで実際に使えるのか試してみることにしました。では早速始めましょう。レッツゴーなのだ。今回試す CPU はこちらの 7700K です。非常用に売らずに取っておいたらいつの間にか無価値になっていました。それは悲しいのだ。あの時売っておけば4万円に。というわけで有効活用するのだ。続いてマザーボードはこちら。アスロックの Z270 チックセットでスーパーキャリアとかいうやつ。スーパーキャリア大型空母の意味みたいですね。ちなみにアスロックは対戦ミサイルです。ア。なるほど。中身はこんな感じですね。CPU がついているのだ。CPU は先ほどの 7700K が取り付けたままです。メモリはこちら。コルセアの DDR4 の 8GB が4枚です。32GB なのだ。容量だけで選んだので普通です。特に速いとかはありません。平凡なのだ。ケースは当然ながらこれです。いつもの。古いですが ATX 規格なので使えます。共通規格は便利なのだ。DTX。メインのパーツはこれくらいなので、あとは組み立てながら紹介しますね。まずはケースからマザーボードと汎用の I/O パネルを取り外します。今時のマザーボードは後ろのコネクタ配置がバラバラですけど、昔のはこれ1枚あれば大抵使えたんですよね。謎のコネクタが多いのだ。説明付きのもあります。もったいないので使えませんが。もったいないのだ。はるか昔に生産中止でわざわざ保管するもの好きも少ないので。なるほど。最新のマザーボードですら I/O パネルをつけずに売り払う。おかしな人がいますからね。3回ほど捕まされたのだ。LED 照明付きのこれなんか探すのに苦労しましたよ。売るときはちゃんと調べるのだ。以上、社会問題のコーナーでした。こんな感じでたまに謎の言動をしますが、このチャンネルの仕様です。というわけで、こちらが取り外したマザーボードです。半月ほど使わないのでしまっておきましょう。もっと投稿するのだ。新しいパネルを取り付けました。ここにマザーボードの背面コネクタが出てくるわけですね。見ればわかるのだ。続いてマザーボードの取り付けです。所定の場所に乗せてネジ止めします。I/O パネルに合わせると分かりやすいですね。ではネジ締めお願いします。回すのだ。難解 I の判定基準が厳しくなるみたいなので動画を入れますね。スマホのせいで画質が悪いですが、そろそろ買い替えるのだ。落としても画面が割れない機種は限られているんです。続いて CPU クーラーはこちらです。ディープクール社製のアサシンさんですね。7700件には過剰ですが他にないので。これはインテルの TS15A ですね。オーバークロックしないなら十分冷えるんですけど、プッシュピンが弱っていてうまく固定できません。それは残念なのだ。ネジ止めに改造する商品ってまだ売ってるんですかね。取り出したものがこちらです。なんか汚いのだ。使っていたものをそのまま収納したので少しホコリっぽいですね。続いて CPU グリスを塗りましょう。グリッやめるのだ。ちなみにグリスは液体窒素おじさんの猫グリスです。
界神話の R ですね。レース50勝です。わからんネタはやめるのだ。うまく巻くのは難しいですね。練習が必要です。巻かなくていいのだ。 YouTube だとみんな巻いてます。2人くらいしかいないのだ。というわけで取り付けました。高さはギリギリですね。数ミリ飛び出している気もしますが、ファンは1つだけなのだ。取り付けできるのは真ん中だけですね。前にはメモリが、後ろには VRM のヒートシンクがあります。上に避けると1センチくらい高くなるのでつけられません。それはまずいのだ。一つあれば冷却能力は十分でしょう。カバーは閉まりましたね。なんか膨らんでいるのだ。閉まっているのでよし。次はグラボですね。サファイアのラデオン HD7850 です。古いですが他にないので、2070スーパーがあったのだ。あれはドナドナして家賃に返還されました。ほぼ買い値で売れるので緊急時に役立ちますね。情けない話なのだ。それはともかく、これは汚いので掃除しましょう。分解したものがこちらです。グリスも完全にカピってますね。ほぼ粉状なのだ。ということで拭き取りました。周りのホコリも落とすのだ。忘れていたので無理です。新しいグリスを盛りましょう。やっぱり難しいですね。普通に塗るのだ。続いてファン縄ですが、さすがに冷えないので掃除します。後閲覧注意です。見せてから言うスタイル。ネジ3本ずつ外せばファンが外れますね。外れたのだ。タバコは吸わないので拭けばきれいになりました。ヤニの中古はやばいのだ。ヒートシンクはお風呂のシャワーで流すときれいになりました。掃除機やブラシなんかで格闘するより早いですね。よく乾かさないと錆びるのだ。錆びるとメッキが剥がれてうざいのだ。というわけで完成です。なんということでしょう。まるでピカピカの最新機種ですね。超過言なのだ。それはともかく、これでしっかり冷え冷えでしょう。刺す場所ですけど一番上は窮屈なので4本目のこちらにしましょうか。普通は一番上なのだ。このマザーボードはブリッジを搭載しているので問題ありません。3本目の短いの以外は全て CPU 直結です。ブリッジで直結？チップセット経由しないので直結です。帯域分割なので同時に通信すれば当然遅くなりますが、個別にならこの表示の速度で使えます。ふむふむ。チップセットの帯域を圧迫しないので便利です。それは便利なのだ。最近のだと直結が1本しかないので、ジオンやスリッパを買うしかないですね。高いのだ。ということで取り付けました。補助電源を忘れると動きません。ちゃんと挿したのだ。上は配線がごちゃごちゃしているのでここで正解ですね。さらにストレージの配線も増えるので。ということでメインストレージですが、遊んでいる M.2 の SSD がないので、こちらの C300 を使用しますね。いつもの古い品ですが MLC なので今時のものより丈夫です。そうなのだ。今でも20万円くらい出せば産業用の 1TB の MLC が買えます。マジ無理。それはともかくメイン機の M8PE もそろそろ次を探さないとですね。提供をお待ちしております。底辺チャンネルには来ないのだ。話を戻して、これの取り付けなんですけどね。ケースに 2.5 インチドライブをつけるとこがないんですよね。SSD なら適当に置けばいいのだ。心理的に気持ち悪いので却下です。ということでこれを用意しました。これは何なのだ？センチュリーのラ族のインナーです。2.5 インチの SATA ドライブを 3.5 インチに変換できます。2.5 インチの SSD を差し込んで、ネジを閉めると 3.5 インチハードディスクの形状になります。別途変換基板なども必要ありません。これは便利なのだ。ハードディスクと同じ形状なのでリムーバブルケースにも使えます。ということで用意してみました。またおかしなものが出たのだ。シルバーとホワイトの2色があるんですけど、どちらにします？どちらでもいいのだ。ではケースに合わせてシルバーにしましょうか。
それがいいのだ。ついでに SSD も入れておきましょう。手前の蓋を押すと開きます。ドライブを差し込んで、もう一度蓋を押すと閉まります。鍵をかけると蓋がロックされて、同時に電源スイッチもオンになります。簡単なのだ。次はブルーレイドライブですね。白いのと黒いのがあるんですけど、白い方は壊れています。なら黒のを使うのだ。色が合わないのでありえません。なので分解して調べたところ、ここの電源ヒューズが切れていました。簡単に治りそうなのだ。そう思ってとりあえず導線でショートさせてみたんです。ちなみに右側にある F102 のチップ、これと同じ部品が元のヒューズです。5V ラインと 12V ラインですね。ふむふむ。それでショートさせてみた結果なんですけど、今度はここにあるモータードライバーが超高温になります。そもそもこっちが原因でヒューズが切れたのでしょう。ダメなのだ。モーターの線は外してあるのでコイルではなくドライバー自体でしょう。もしくは周辺部品のショートかも。どちらにしろ使えないのだ。ここは裏技を使うしかないですね。裏技？実はこの2台のドライブ機種は別々ですが、姉妹機です。姉妹機？ハードの構造は全く同じでファームウェアが違うだけです。つまりフロントベゼルとトレイが取り替え可能です。おお。ということでバラバラ事件です。嫌な事件だったね。嘘だ！次は黒いドライブなんですけど、実はバラバラにしなくても外れます。まずはトレイが閉じているので取り出し穴を突き刺すと開きます。裏技なのだ。説明書にも書いてあります。開いたらトレイを引っ張り出します。なんか入っているのだ。前の持ち主のでしょう。続いてトレイを抜く方法ですが、トレイを引き出してドライブを裏返します。イジェクトボタンのあたりにストッパーがついています。見づらいのだ。影になりますからね。とにかくストッパーを押し下げながらトレイを引き抜くと外れます。外れたのだ。残りはベゼルですが、適当に爪を押したり引いたりすれば外れます。やる人いないと思いますが、やる人は多分分かっているのだ。というわけで無事に入れ替わりました。天板の表記とフロントが入れ替わってますね。確かに逆なのだ。取り付けてみました。お歯黒の機器も回避されましたね。次は何なのだ？次はフロッピードライブですね。マザーボードにフロッピーインターフェースがないので、普通のフロッピードライブはつなげません。なので AT-API 接続のスーパーディスクにします。これなら SATA に変換して使えます。そもそも必要なのだ。ケースがフロッピーをつける前提の設計になっています。なのでつけないという選択肢はありえません。なるほど。それはともかく、あると昔のパソコンとのデータ交換に便利です。フロッピーが読み書きできますし、円盤に焼くほどでもない 120MB までのデータを渡せます。確かに便利な気がするのだ。接続にはこちらの変換器を使用します。メーカーは不明ですが、商品名は FG、ADS-IDE と書いてあります。確かに1000円くらいで売ってました。また謎のパーツなのだ。まあ IDE から SATA に変換できればどれでも構わないでしょう。ドライブに変換器を取り付けたら、SATA ケーブルと電源もつないでおきます。ふむふむ。ケースの中だと狭いので先につなぎます。なるほど。取り付けたものがこちらです。あとはケーブル類を接続すれば完成ですね。まとめていないのでごちゃごちゃしていますが、こんな感じです。主にフロッピー電源への変換ケーブルが目立ちますね。スパゲッティなのだ。フィットチーネもあります。この辺りはマシですね。上が SSD で下がブルーレイです。普通なのだ。ということでパーツの組み込みはこれで完了です。ついに完成なのだ。あとは外側の配線ですね。
忘れていましたが、電源はコルセアの AX760 とかいうやつです。760W のフルプラグイン電源ですね。10年くらい前に使っていたものです。そんなに必要なのだ。古いですが、他にはないのでこれを使うしかありません。ということで配線を始めましょう。電源の背面に電源ケーブルを挿します。勝手に起動する場合があるのでスイッチはまだ入れません。続いてはキーボードとマウスですが、困ったことに PS2 ポートが1つしかありません。絵は両方描いてあるのだ。コネクタが2色なので分岐して使えということですね。メタルだ。つまりこれが必要ですね。PS2 の分岐ケーブル、通称 Y 字ケーブルです。これを使うと1つのコネクタでキーボードとマウスがつなげます。へえ。実際につないだ様子がこちら。色とマークでどちらかわかる作りです。逆につなぐとどうなるのだ？使用するピンが違うので使えません。両対応のコネクタに直接どちらかを挿した場合は使えますが。なるほど。キーボードはごく普通の109日本語キーボードです。メーカーは不明です。黄ばんでいるのだ。漂白してたんですけど、文字も薄くなってきたので、途中でやめました。マウスはこちら、エレコムの PS2 マウスです。光学式なので玉なしです。その表現はやめるのだ。ちなみに Amazon で売ってます。次は HDMI ケーブルですね。画面に映像を出力できます。普通はこのままモニタにつなぎますが、画面を撮影する必要があるのでこちらの機械に接続します。これは何なのだ？ビデオキャプチャの装置です。マイコンソフトの X キャプチャー1です。知らない会社なのだ。電波新聞社の方が有名ですかね。マイコンベーシックマガジンの会社です。知らんのだ。昔あったプログラムの投稿雑誌です。今もたまに出てますが、電波新聞のハードウェア部門がこのマイコンソフトです。なるほど。この装置を使うと、パソコンやゲームの画面を USB で録画できます。パススルーがついているのでそのままモニタにも送れます。それは便利なのだ。性能的に並ですが、古の端子や HDMI も対応してるのがメリットですね。あと、古めのパソコンの BIOS 画面が録画できます。普通なのでは？実はあの画面って 720x400 の解像度で録画できる機種が少ないんですよ。MS-DOS の英語モードも同じですね。そうなのだ。なのでレトロ自作 PC の動画だとブット画面は直撮りだったりします。確かに。これがあれば録画できるわけですけど、残念ながら先週生産中止になりました。それは残念なのだ。在庫限りなので欲しい人はお早めに。ちなみにソフトは出来がいまいちのなで OBS から使うとはかどります。最後は LAN ケーブルですね。このマサーには3つの LAN ポートがあります。多いのだ。上から微妙な性能のインテル i211AT、 真ん中はそこそこ使えるインテル i219V、 下のはあまり見ない 5GB アクアティア AEQ-C108 です。3つも必要なのだ。正直211はいらないと思いますが、インテル製が2つあるとチーミングができるので、一部の人には刺さるのかも。チーミングとは何なのだ？対応した LAN ポートを2つ以上束ねて高速化する手法です。646412波みたいなものですね。ほう。これの場合だと理論上 2GBps ですね。早いのだ。対応機器で揃える必要がありますがね。安定性が増すとも言われてますが、どうせ通信線の大部分は家の外です。確かに。いろいろ考慮すると最初から早いのでよくね。ということです。なのであまり普及もしていません。なるほど。まあインテルが 10GB を作ってなかった頃の話ですね。サーバやスパコンの世界だと 10GB や 100GB を束ねるんですけど、ほへ。今回は無難な i219V にしましょうか。どうせ 5GB に対応したスイッチングハブがないですし。宝の持ち腐れなのだ。というわけで組み立てと接続が完了しました。ついに完成なのだ。そろそろ起動して試してみましょうか。
れでは電源を入れましょう。ポチッとな。動いたのだ。画質悪いので切り替えますね。フル HD を配置すると狭いんですよね。小さくすると読めないし。お前らが消えろですって。それは無理なのだ。デリート、デリート、デリート。BIOS 画面が表示されました。こちらは CPU の情報ですね。i7-7700K と書いてあるのだ。ちゃんと認識してますね。こちらはメモリの情報です。32GB 分認識していますね。XMP を使うと起動に失敗しますが、外れなのだ。こちらはストレージの情報です。SSD の C300、ブルーレイ、スーパーディスク、3つともありますね。問題なさそうなのだ。それはどうでしょうか？ハードウェア情報は大体見たので、そろそろ最重要項目を。パチスロ紹介？違います。Windows 11に必要な設定です。セキュリティのタブにありますね。ここでセキュアブットを有効にします。続いて、インテル、プラットフォーム、トラスト、テクノロジー。こちらも有効にします。長い呪文なのだ。要するに、TTM のことですね。暗号キーとかを保管するあれです。なるほど。変更がそして退出することを保存します。日本語がおかしいのだ。アスロックマザーの伝統です。BIOS の準備もできたので、インストールを始めましょうか。画面を大きくしたのだ。ということで始まりました。まずは言語の選択ですね。日本語にするのだ。つまりこのまま進めますね。ここではキーボードの選択です。109キーボードを選択しますが、PS2 キーボードの場合は選んでも忘れられるので、インストール後にデバイスマネージャから変更します。新規インストールを選びますね。データとアプリが消えますがよろしいですか？入ってないから構わないのだ。プロダクトキーの入力画面ですが、入れなくても進めるのでありませんをクリックします。エディションの選択ですが、もともと10のプロが入っていたので Windows 11 Pro を選びます。皆さんはご自由にどうぞ。ライセンス情報の儀式ですね。同意を押さないと進めません。みんなはちゃんと読むのだ。くるくるしている間にインストールディスクの話をしますね。個人的には ISO ファイルを BD、RE にでも焼けばよくね、と思うんですけど。それでは参考にならないのだ。ということで、今回は USB メモリに書き込みました。書き込みにはみんな使ってるルファスを使用しました。カスタマイズでいじくるとテストの意味がないので、全て無効にしてあります。そりゃそうなのだ。インストールディスクに関してはこれくらいですね。まだディスクを検索しているのだ。そろそろ終わりそうです。出ましたね。一番上の 64GB のビバリアテ領域、これが SSD です。パーツ構成によって変わるのだ。すでに選択されているので次へボタンを押します。パーティションなんかを変更したい場合は上のメニューから操作します。準備が完了したので最終確認です。インストールボタンを押すと作業が始まります。特に見どころもないので重要ポイントまで飛ばしますね。編集の魔力は万能です。というわけで到着しました。どうしてここが重要なのだ？ここがかの悪名高いアカウントの選択画面です。MS アカウント絶対いやいや勢の間では鬼門とされています。個人的にはどうでもいいんですけど、視聴者の需要に応えるのだ。昔はローカルアカウントの設定があったんですけど削除されました。なので MS アカウントを入力しないと先に進めません。それはひどいのだ。一番原始的な方法ですが、ランテーブルを抜いておくという裏技がありました。確かに原始的なのだ。対策されたので今は使えません。
続いて登場したのが回避用のコマンド入力とネットワーク切断の併用です。今入れている 24H2 だと有効ですが、次から廃止されるみたいです。念入りなのだ。なので別の方法です。名前とパスワードに「えい」を入れる方法です。なぜえいなのだ。意図的かバグかは分かりませんが、デバッグ用の動作みたいです。ただ今までのことを考えると塞がれてもおかしくありません。それはそうなのだ。えいを入力するとこのようにエラー表示が出るんですけど、次へボタンを押すと進めましてローカルアカウントが作成できます。ということでアカウント名を入力しましょう。日本語も使えますが、海外製ソフトを使うとバグる場合があるので半角英数5文字までがおすすめです。続いてパスワードの入力です。 PSS となんか出たのだ。セキュリティの質問ですね。パスワードを忘れた時に答えると解除できます。なるほど。気持ち悪い質問が羅列されているのでこの中から3つを選んで入力します。家族や知り合いだとバレバレなのだ。まあ事実を入れる必要もないので、そもそもこんなもの義務付ける必要あります？またなんか出たのだ。プライバシーの設定ですね。献上するデータを選ぶことができます。集中されるのだ。ローカルアカウント使うくらいなら全部オフでしょうね。その割には Google や Apple だと平気だったり。人それぞれなのだ。こんにちは。準備しています。これには数分かかる場合があります。PC の電源を切らないでください。長いのでカット。PC をコンセントに接続して電源を入れたままにしておいてください。PC の電源を切らないでください。長いのでカット。順調に進行しています。PC の電源を切らないでください。長いのでカット。もう少しで完了です。インストールが完了しました。まずは画面を大きくしますね。画面のサイズはディスプレイの設定から変更できます。拡大・縮小の項目ですね。大きくなったのだ。文字が大きくなったのでバージョン情報を見てみましょう。システム設定画面の一番下にあります。この辺りがハードウェアの情報です。ちゃんと認識しているみたいですね。確かに一致しているのだ。ここに Windows のバージョンが書いてあります。Windows 11 Pro の 24H2 ですね。確かに入れたものなのだ。ライセンス認証も見ておきましょう。アクティブになっていますね。Windows 10のライセンスが引き継がれたみたいです。デジタルライセンスによって認証されているのだ。無事にインストールできたので裏で環境を整えてきますね。シャットダウンするのだ。というわけで準備ができました。次は何をやるのだ。パソコンの使い道といえばベンチマークテストです。古代から決まっています。そうなのだ。日本における定番だとシネベンチ、3D マークからの FF、ドラクエといった感じですかね。それをやるのだ。ということで20年くらい前の定番ユメリアベンチです。何なのだこれは。ナムコのユメリアというゲームがありましてね、そのユメリアを元にしたベンチマークソフトです。知らないのだ。海外でも一部のコミュニティで愛用されていたみたいです。確かテレビアニメもありましたね。内容は覚えていませんが、覚えていないということはつまり虚無ということです。ちなみにこの 3D エンジンがアイドルマスターでも使われたとかなんとか。そちらは知っているのだ。アイドルがロボットに乗って隕石を掃除する作品ですね。なんか違うのだ。結果が出るまでもう少し
しお待ちください。結果が出ましたね。スコアは288万8256でした。それはすごいのだ。比較対象がないのでよくわかりません。意味がないのだ。今度はもう少し新しめのを回してみましょうか。チワヤが転がるちはやローリングです。これは見たことがあるのだ。ジャンプ界隈では有名ですね。結果が出ましたね。ランクは SSS です。スコアは20万4070メートルで札幌でした。バターのようにこってりしたマシンだそうです。意味がわからないのだ。最新のゲーミング PC だとシベリアまで行くのでそこそこといったところです。わかるようなわからないような。ではもう少しわかりやすいもの。こちらは A 列車で移行7のベンチマークです。またおかしなものを。これを使うと A7 が快適に遊べるかどうかがわかります。効果範囲が限定的なのだ。これはどんなゲームなのだ。 A4 と同じ 2D タイプの A 列車ですね。つまりクォータービューです。なるほど。グラフィック的には 2D の A 列車の最高峰ですね。ゲーム性はともかくとして中身はどうなのだ。いくら赤字を積み上げても経営が破綻しないので初心者や箱庭派には嬉しい仕様です。それはどうなのだ。それから列車やバスの運行がなんかおかしいです。いくらダイヤを練り上げても時間進行を速くすると正面衝突でスタックします。もしかしてヤバいゲームなのだ。初期の評価だと見た目以外はプレステの A4 未満といった感じ。まあ徐々に改善されるんですけどすでに手遅れといった感じでした。その後は 2D の A 列車はしばらく封印されます。大体わかったのだ。というわけで結果が出ました。快適に遊べるみたいですね。とても参考になったのだ。次は実用性も見てみましょうか。 YouTube の動画を再生してみますね。よくわからない動画が並んでいますね。一体誰が作ったのだ。最初のこれを見てみましょうか。ソロ活動の頃なのだ。検証 Windows ME は本当にダメな子なのだ。皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。普通に再生できるみたいですね。95や9台ないのだ。時は最後の数枚以外は200。ついでなのでこのベンチを動かしてみましょうか。とても自然な流れなのだ。それではテスト開始です。まだ NT に対応させている途中なんで微妙なんですけど1月頃から放置しているのだ。とりあえずメモリは削れます。32ビットで作ってあるので 2GB ちょっとですけどちなみに知らない人のために説明するとこれはひたすらウィンドウを生成しまくるソフトです。耐久試験なのだ。右上に書いてある数字が現在の枚数です。これだけ動かしても余裕すぎるのでもう少し負荷をかけてみますか。
不思議の幻想郷フォーサイト。とてもスムーズなのだ。どっちも動いていますね。4個あるので当然ですけど。結構粘るのでカットしますね。そろそろですね。あれが勝手に閉じたのだ。32ビット分のメモリを使い切りましたね。ゲームは普通に動いているのだ。メモリ空間が分離されてるからです。リーン QX みたいに OS 巻き込んで死ぬことはめったにありません。そうなのだ。ということでそろそろ止めましょう。そろそろまとめの時間です。今回はインテル第7世代にインストールできたわけですが、意図的に要件を引き下げたのか、もしくは単なるバグなのか、そのあたりは今のところ不明です。謎なのだ。 MS による明確な回答はありません。つまりいつ対策されてもおかしくありません。気分次第なのだ。今回入れた 24H2 だと新規インストールはできますがアップグレードはできません。つまり仮に次期バージョンもインストールできたとして上書きが許可されるとは思えません。よくてまた新規インストールでしょう。すっきりしていいのだ。という返事以外はやめておいた方が無難です。3度の飯より OS インストールという人はどうぞご自由に。どっちにしろ自己責任なのだ。そういうことですね。まあ実用ならともかく趣味なら十分楽しめます。最大の問題はですね、 N102 機が生えた程度の性能で数枚の電気を食うことですね。今すぐ封印するのだ。ということでまとめはこれくらいにしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンを押すと動画作成がはかどる仕様となっております。また見るのだ。